こんにちは。今日は Python で Pandas データフレームに保存されたデータを可視化する方法について説明したいと思います。説明というよりは、ツールの紹介ですね。ぜひ最後までご覧ください。Python でデータ分析をするとき、Pandas データフレームを使ってデータを読み込むことが多いと思います。データを読み込んだ後に、データの分布や相関を確かめたい時があると思います。Matplotlib を使ってグラフを出力するようなコードを書くのもいいですが、できれば1行から数行で簡単に終わらせたいですよね。今日はそんなツールを紹介していきたいと思います。ということで、3つ選んできました。Pandas プロファイリング、SweetBiz、Pandas GUI です。早速順番に紹介していこうと思うのですが、はじめに断っておくと、可視化の方法で、これが常に正しいというやり方はありません。要は目的や場面に応じて一番簡単に知りたいことがわかる方法を選んでくださいね。この動画では可視化を簡単にできるツールと題して3つ紹介しますが、Jupyter ノートブックにベタ書きするのがいい場面もあるかもしれないですし、一緒に作業する人が Excel に慣れていれば Excel を使うのも全然ありです。場合によっては自作の可視化ツールを作ったり、既存のサービスを活用も検討する必要があります。今日紹介するのは、強いて言うならば、一人ですぐにデータをざっと確認したいという目的に合ったツールです。前置きが長くなりましたが、一つ目を紹介します。さて、一つ目は Pandas プロファイリングです。今回もサンプルコードは概要欄に添付しました。Scikit-learn-Pandas プロファイリングをインストールすれば、すぐに実行できます。早速、Scikit-learn でサンプルデータを取得します。このデータには乳がんに関する調査のために細胞に対して様々な検証を行った時の数値データが記録されています。普段馴染みのないドメインのデータのため、データがどんな分布なのか、どんな性質を持っているのかはじめに確認したいですね。Pandas プロファイリングを実行しましょう。実行のためのコード配置行で終わります。大規模なデータの場合、実行には結構時間がかかるので注意してください。結果が出たようです。はじめのページには特徴の数や欠損の割合、重複したデータの数など、データセット全体に関する統計量が表示されています。その下で、特徴ごとのデータの分布や4分移転の値などを見ることができます。変数間の相関も一目で確認できて、数値データごとの散布図も作成されます。データの概要をざっと確認するにはもってこいのツールですね。さて、次はSweetBizです。SweetBizも Pandas プロファイリングと同じく、分析結果を HTML に出力することができるツールです。早速実行してみましょう。SweetBiz には、訓練データとテストデータを分けてからデータを渡しています。なんだかかっこいいページが出力されましたね。Pandas プロファイリングと同じく、特徴ごとの分布や統計量、相関を見ることができます。また、訓練データとテストデータの分布の違いも一目でわかります。データセットの分布がどう変わったかをとりあえず確認したいときに重宝する機能ですね。最後は Pandas GUI です。これはその名の通り、実行するとデータ分析ができる GUI が起動します。GUI をポチポチするだけで簡単にグラフを作成できますし、他のツールと同様、統計量や相関も確認できます。さて、今日はかなりざっくりとですが、Pandas データフレームの分析ツールを3つ紹介しました。もしご要望ございましたら、他のツールの説明やもう少し組み込んだツールの使い方についての動画も作ろうと思っています。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録、高評価していただけると大変励みになります。また、質問やアドバイスはコメント欄にしてもらえると大変助かります。最後までご視聴いただきありがとうございました。